2022年8月中旬、夢にまで見た富士登山。山小屋宿泊2食付きのバスツアーに参加します。新宿を朝7時半発、山梨県側の5合目吉田口へ向かいます。富士山の天気は曇り予報。本日のバスツアーは満席です。途中ドライブインで休憩を挟み、吉田口5合目に到着。高度順応のため5合目で少なくとも1時間は体を慣らします。レストラン見晴らしで腹ごしらえ。エネルギーになりそうなうどんを選びます。富士山のかまぼこ入りです。ここで問題が発生。自分の荷物があまりに重く、今更ながら荷物を減らしロッカーへ置いていくことにします。重いリュックを背負っての登山経験はゼロ。ガイドブックやネットに書かれている富士山へ持っていくべきものをすべて持ってきました。おやつが盛りだくさん、担いだらよたつく重さです。ということで、荷物の持ちすぎ注意。初心者にはつらいだけ。登山に自信のない人は荷物を軽く。水はどの山小屋にも売っています。のんびり写真撮影。気がついたら2時間経過。登山を開始したのがなんと13時近く。これから待ち受ける登山がいかに過酷なものになろうとはつゆ知らず浮かれる私です。やっとこさ出発。本日のメンバー。私、夫、娘の友人 A 君の4人です。50代夫婦と20代の若者2人です。過去3ヶ月のそれぞれの運動量について、私は週に3回3キロから5キロのウォーキング、夫は週末のみ5キロから10キロのランニング、数年前に膝の靭帯手術をしているのでテーピングをしっかり巻いて挑みます。娘は週に3回ジムで5キロのランニング。A 君は毎週末サッカーをしています。それぞれの高山登山の経験ですが、私たち家族は高尾山などの低い山しか登ったことがありません。唯一 A 君だけが数年前に富士山の登頂経験があります。経験不足をみじんも心配することなく、初めての富士山に心が弾みます。天気は曇りですが、日焼けの心配がなく良い感じです。本日の私の服装。スポーツ用長袖 T シャツ。その上に半袖 T シャツ。ランニング用レギンス。ショートパンツ。ゴアテクスジャケット。地味な登山者です。リュックは40リットル容量、友人に譲ってもらいました。雲は多めですが、気分はすがすがしく、足取りも軽やか。しばらくなだらかな道が続きます。6合目に到着。この時点でぽつりぽつりと雨が降り出します。リュックにカバーをかけます。小雨なんて大したことないと思う私たち。キャンプやトレッキングの途中に雨に濡れた経験は数多くありますから余裕です。夫の膝も今のところ順調。私たちに合わせてゆっくり歩いてくれる A 君。頼もしい限りです。これが夢にまで見ていた富士山の景色。しかし楽しい気分もつかの間。甘酸っぱいキャンディーを食べたところ、なんとなく気持ち悪い気がします。すっきりしないまま登山を続けます。息切れする私、その遅いペースに合わせ、周りまでもがノロノロに。7合目の直前から立派な岩場が登場します。初めての岩場に必死。
よっこらしょ、どっこいしょという言葉しか出てきません。重たいリュックが体を揺さぶります。まるで自分の体より大きな餌を運ぶ虫のよう。岩場はポールをしまい、手を使って登るのが楽なようです。しかし私は腰痛があるためかがめません。ぎっくり腰の後遺症です。たまに岩場で呼吸を整えつつ、荷物を軽くすべきだったとつくづく後悔するのでした。亀の歩みで7合目に到着、最初の山小屋です。リュックにカバーはかけていますが、レインコートは着ていません。岩場は列をなしています。7合目を過ぎると小雨に風も加わり、体が冷えていきます。ぜいぜい息が切れてしんどい。風が強風に変わっていきます。立ち止まると体が冷えるので、震えながらも先に進みます。全員無言のまま、向かい風と戦いながら登るのです。吹き荒れる雨の中、私たちはまだレインコートを着ていません。だってレインコートなんて持ってきていないのですから。ジャケットがゴアテクス素材のため完全防水と信じた我々、みんなレインパンツはあるのに履いていません。リュックから取り出して履く余裕がありませんでした。持ってきた意味がありません。ゴアテクスは万能だと勘違い。濡れた人間の体に強烈な風が当たり続けるとどうなるでしょう。気化熱により急激に体温が低下します。低体温症で下手したらニュースになります。おそらく気温自体は10度前後。しかし私の体感温度としてはマイナス5度ぐらい。これは後から分かったことですが、すべてのファースナーを閉め、フードをかぶっていましたが、全員下着もろとも全身がびしょ濡れになっていました。なんとリュックの中身もすべて防水カバーをしていたにもかかわらず、まるで洗濯機に丸ごと回されたかのように、富士山の強風の恐ろしさよ。富士山の天気の怖さは強風なのです。ということで、レインコートは必ず持参しましょう。過去の私に伝えたい。雨が降り始めたらすぐに着る。今や景色を満喫どころではありません。のろまな私に合わせていたせいで、どんどん暗くなります。どんなに登っても山小屋に到着しません。強風で体が飛ばされそうになります。汗をかいてるはずなのに寒いので喉が渇きません。ほとんど水分を取らないという危険な状態。酸素を取り込むために水分補給は非常に大切だというのに。ということで、水分補給はまめに。高山病予防。お見せできませんが、この時私は顔面蒼白。私、半分凍ってました。震えを抑えるために休まず体を動かし、前に進むしかない状態です。マラソン大会のように脱落できるならしたい。しかしここで脱落しても誰も助けに来てくれません。朦朧としながら震える体を奮い立たせ、凍てつく強風の中をひたすら前に進みます。暗がりの中、明かりの灯った山小屋が見えました。本日宿泊する白雲荘です。助かりました。中に入ると山小屋のスタッフの方々が待っていてくれました。びしょ濡れの登山靴やジャケット、手がかじかみ、自分ではうまく脱ぐことができません。慣れたスタッフの方たちが2人がかりで脱がしてくれます。
お風呂があったらお借りしたい。熱々の。あるわけがないですが、みんなでブルブル震えながら部屋に誘導されました。部屋は10人ぐらいが並んで眠れるスペースです。外で上着を絞り、タオルで体を拭きます。とりあえず荷物を置き、夕食を食べに広間に行きます。夕食はこちら。カレーとハンバーグ、デザートに水羊羹も。翌朝のパンやエナジーバーも準備されています。しかし、私だけなんとなく気持ち悪くて食べることができません。食欲のない私のために A 君が売店で温かいスープを買ってきてくれました。しかし震えが収まらずうまく飲むことができません。今振り返ると、この症状は低体温症と高山病の発症です。震える私を横目に、同じく震えながらも食欲満点な家族、もりもり食べています。とても食べられそうにない私。青ざめて衰弱する私に A 君が売店で買ってきてくれました。暖かい靴下。下界では決してお目にかかれないレアなデザインです。一生大切にします。ありがとう。少し温かいものをお腹に入れ、自分たちの部屋へ。温かい靴下を履き、使い捨てカイロを貼ります。用意されていたのはマットレスと寝袋。まだまだ寒さに凍える私、かなり危険な状態です。マットレスと寝袋の両方を体の上に乗せます。直に床に寝ている状態です。重さで体が温まる気がしました。登山前は寝袋はきれいか臭くないのかと心配していた私でしたが、そんなこと気にしてなんていられません。生き返らなくては。実際はとてもきれいで清潔です。この2点セットを大変ありがたく使わせていただきました。リュックの中身までもが見事にすべて濡れてしまったのですが、唯一無事だったものがあります。ウレタン入りのフリース。これだけはなぜかジップロックに入れていました。神様感謝です。リュックの中身、ジップロックに入れておこう。替えの下着があるとなおよし。しばらくすると、やっと体も元に戻りつつ、食欲も湧いてきました。持参したエナジーバーを一気に2本。1本では満足できません。そして大好物のスワマ。まるで冬眠から覚めたような食欲です。食べきれないほどの食品を持ってきてしまい反省。皆さんは富士山にどんな食べ物を持っていきましたか？コメントお待ちしております。体はだいぶ回復。適度に仮眠も取ることができました。元気は取り戻したものの、外は嵐で大荒れ、壁に激しく強風が打ちつける音がします。山小屋が飛ばされるのではないかと思うほどの強風です。ここまで大荒れになるとは。しばらくして雨が止むものの、他のツアーガイドさんたちが強風のため山頂まで行くことは取りやめると案内し始めました。若者たちは山頂へ向かいたそうでしたが、この強風では危険すぎます。下山することを決断。悪天候の中、山頂を目指す海外から来た方々。何かあっても簡単には助けは来ません。絶対に絶対に無理はやめましょう。今回の富士登山、残念ではありますが、ご来光は8合目から拝むことに。暗がりの中下界に目を向けると、
富士山麓の町の明かりがまばゆく実にきれいです。うっすら太陽が出てきました。雲は分厚いですが、その隙間からご来光を望むことができました。8合目からでも十分に感動です。さあ、それでは下山の開始。下山道は上りとは別にあります。8合目の白雲荘から下山道に出るには少し山を登らなくてはなりません。下山するのに登るなんて。こんなことで愚痴を言う私は、どのみち山頂までたどり着けなかったことでしょう。富士山は甘くないのです。ポツポツと一瞬雨が降りましたが、しっかり太陽が出始めました。美しい天使のはしごです。この神秘的な光景は実に感動的でした。8合目からのパノラマも格別。下山道では砂が靴に入り込むのでゲーターを取り付けます。このザレ砂、滑るので踏ん張りながら下ります。憧れの富士山、この赤い砂利の上を歩きたいとずっと思っていましたが、あっという間にへきへきしてきます。下っ腹にずっと力が入ります。何度も滑って転びそうに。ぜいぜいと呼吸が苦しい。うっすらとした気持ち悪さも消えず、紛れもなく高山病です。ランニングしたり、ウォーキングしたりと、活動的な50代だと自負してきましたが、低山登山しかしたことのない私、簡単に高山病になるわけです。しっかり高山登山のトレーニングをし、自分の実力を知るべきだったのです。ということで、本番前に高度順応トレーニングを。ぶっつけ本番は地獄。皆さんは高山病の経験はありますか？体験談、コメントお待ちしております。下っても下っても全く7合目が見えてきません。そこへ、しんどい私を甘やかすかのように、なんと A 君が私のどでかいリュックと彼の軽いものとを交換してくれたのでした。申し訳ない。その頃夫は膝の痛みと戦うのに必死。さらに、後になって発見した驚きの写真が、富士山を一人手ぶらでだらしなく歩く私。いつの間にか A 君が全てを背負っていた。確かにこの時、吐き気と息切れがしんどかったとはいえ、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。ということで、人に迷惑をかけるのはやめましょう。大反省です。そしてよく見ると背中にカイロ、前の晩につけてたやつ。背中にカイロついてますよって誰も教えてくれませんでした。当たり前です。それぞれがみんな必死なのですから。それにしても7合目までは歩いても歩いても到着しません。7合目は永遠に現れません。地獄のようにきつい下山道。朦朧としながら全てを諦めた頃に7合目が現れます。トイレはありますが、自動販売機はありません。水は上空で買いましょう。開けてきた下界を眺めながら6合目まで進みます。途中ブルドーザーやお馬さんに救助される登山者さん。私もあれに乗りたい。いや、しかし揺られてはもっと気持ち悪くなりそうです。どちらも地獄。何としてでも自力で下山せねば。やっとこさ6合目に到着です。見てください、この景色。心がへし折られながらも頑張ってきてよかった。ここから5合目の登山口まであと少し。と思いきや、
この最後の6合目から5合目間は緩やかで比較的歩きやすいものの、距離が4キロと長いため、富士登山の試練を最後の最後まで味わうことになるのです。そういえば手ぶらだった私。よかった、ちゃんとリュックを背負っている。しかしほぼ終盤。大変お世話になりました。若者たちは最後まで元気。そしてなんとか登山口に到着。無事に戻ることができました。食欲はないけれど、レストラン見晴らしへ向かいます。みんなはカツカレー。私は車酔いのような気持ち悪さで何も口にできません。5合目の売店で酔い止めを買い服用。体力にはそこそこ自信があったものの、まさかここまで高山病に悩まされるとは。高所トレーニングなしでの富士登山は私にとって無謀でした。ロッカーに預けていたビーチサンダルに履き替え、心身ともに解放されます。ツアーに合流し、温泉施設により帰宅。初めての富士登山、荷物にしろ体力にしろ準備が甘かったです。高山病は頭痛は一切なかったのですが、気持ち悪さが最後まで消えず、こんなにも壮絶につらかったのに、またしても挑戦したいと思っている私。それは唯一無二の富士山の壮大さに魅せられたから。私と富士山の物語はこの先まだまだ続くのでした。皆さんの富士山体験談ご感想お待ちしております。最後までご視聴いただき心より感謝いたします。